こんにちは、ロビンです。テルルだよ。もうイラストから次の段階に移りつつあるのかなと感じます。こういう動画を見かけたことありませんか？リフォーラムで作った動画と TikTok のダンス動画を V2V 変換したものだね。今、外国のお絵描き AI ユーザーの関心は徐々に動画や 3D など二次元イラストのその先に移りつつあるようです。声で満足してると海外勢に置いてかれちゃう。チャット GPT で有名な OpenAI がテキスト 2-3D のシェイプ E をリリース。ステーブルディフュージョンのスタビリティ AI もアニメを生成するステーブルアニメーションを発表するなど、企業勢の動きだけではなく個人レベルでも短編動画を用いた技術デモやディスカッションが盛んに行われるようになってきています。ネクスト 2D の時代に突入しつつあるんだね。確かに冒頭のみたいな動画作れたら楽しそう。そこで今回はオートマチック1111を使った動画作りの基本について学んでみましょう。動画を作るにはまず動画の基本原理を知る必要があります。 AI 動画には大きく2パターンが存在します。テキストトゥービデオとビデオトゥービデオです。お絵描き AI の T2i、I2i と同じでプロンプトから生成するか既存の動画から変換するかだね。ただし T2V は未だ発展途上で残念なデモンストレーション動画しか生成できません。そのため現状動画を作るといった場合 V2V を用います。なあフォーネ、でどうやって V2V するの？ V2V というとなんだか響きがかっこいいのですが、実はただのロトスコープの手法にお絵描き AI を挟んだだけに過ぎません。ご存知のように動画は静止画像が連続で再生されているものです。教科書の隅っこにパラパラ漫画描いてたでしょ。あれと同じです。 V2V の基本工程は既存の動画をフレーム単位で静止画として切り出して1枚1枚コントロールネットを使って I2I 変換した静止画を再結合して動画化するという4フェーズからなっています。 I2I の部分でしか AI 使ってなくない？その通りです。結局 V2V とはひたすら I2I しているだけに過ぎません。そしてオートマチック1111にはこれらの工程を自動で行う V2V 拡張機能がたくさん存在します。例えばおなじみコントロールネットにも M2M スクリプトが装備されています。他にも SD コントロールネットアニメーション、 SD WebUI、 Movie to Movie、 テンポラルキットなどたくさんありますが、結局のところ V2V の原理は同じなので、これらの拡張機能は工程をどこまで自動でやるかとか、間にマスクや他のスクリプトを挟めるとかの違いでしかありません。なんだ。で、おすすめなのないの？今回は現状最もスムーズでちらつきが少なく、かつ短時間で動画を作れる EB シンスという外部ソフトウェアと、そしてその EB シンスを用いた動画制作をサポートしてくれる EB シンスユーティリティという拡張機能を使ってみたいと思います。 EB シンスを用いた動画制作には次のものが必要です。 FFmpeg、 EB シンス本体、コントロールネット、 EB シンスユーティリティです。これからインストール方法を紹介しますが、コントロールネットは何度も取り上げているので省略しますね。まず FFmpeg を用意します。 FFmpeg はコマンドラインで動作する動画編集ツールで V2V では動画の分割と結合に使用します。登場から20年以上経ってなお第一線で使われている人類史上最強の動画編集ツールです。多くの動画編集・再生ソフトに組み込まれてますね。FFmpeg.org にアクセスします。左のメニューからダウンロードをクリックします。Get パッケージの Windows マークにカーソルを合わせると保管庫へのリンクが現れるので好きな方をクリックします。今回は下の BTBN から落とします。 GitHub のリポジトリに飛ぶので、その中から Windows64 ビットゼネラルパブリックライセンスとあるものを探します。 DLL 形式のシェアード版とエグゼ形式の無印版がありますが、どちらでも良いです。今回はエグゼ形式の無印版を使ってみます。ダウンロードできたら圧縮ファイルを解凍して適当な場所に移動します。ここでは C ドライブ直下に置いています。フォルダの中にビンフォルダがあり、その中にエグゼファイルが入っていることを確認します。そしたら Windows がこのビンフォルダの場所を認識できるようパスを通します。デスクトップで Windows キーと R キーを押してファイル名を指定して実行ダイアログを表示します。ダイアログに sysdm.cpl と入力してエンターします。システムのプロパティが表示されるので
詳細設定タブから環境変数をクリックします。ユーザーの環境変数の一覧からパスをクリックしてハイライトさせたら、すぐ下の編集ボタンを押します。新規参照ボタンの順でクリックして保存した FFmpeg の bin フォルダの場所を指定します。すると一覧に FFmpeg の bin フォルダが追記されるはずです。できたら OK を押して一旦パソコンを再起動します。再起動後、コマンドプロンプトを立ち上げて FFmpeg-H と入力。画面のようにバージョン情報や利用可能なコマンド情報が出てきたら、ちゃんとパスが通って Windows 上で認識できています。これで FFmpeg の準備ができました。余談ですが、FFmpeg があれば音声認識 AI の Whisper も使えるようになります。私の過去動画で紹介しているのでよかったら参考にしてください。次に eBSynth 本体を入手します。これは画像の質感を他の画像に合成するツールで、 V2V においては滑らかなコマ送りを実現するために使用します。現在はベータ版で無料で使用できます。トップ画面のダウンロードボタンを押してメールアドレスを入力すればダウンロードできます。 ZIP ファイルで落ちてくるので解凍して適当な場所に保管してください。中の exe ファイルを実行すれば起動する極めて軽量かつ高性能なツールです。最後にこの eBSynth を使って V2V を支援してくれる拡張機能 eBSynth Utility をインストールします。1111を起動して他の拡張機能と同様にエクステンションタブに GitHub の URL を貼り付けることで導入できます。導入後は完全再起動を忘れないでくださいね。 V2V なので素材となる動画を用意してください。本動画ではゲームのキャプチャークリップを元にロトスコープ化の練習をしてみたいと思います。他にもネット上から適当なクリップ動画や自負アニメを拾ってきても良いですし、もちろん自分の姿をウェブカメラなどで撮影したものでも構いません。基本的に FFmpeg で画像に分解できるものであれば何でもロトスコープ化できますが、ステーブルディフュージョンに向いた動画、向いていない動画があることは覚えておいてください。例えば広い背景に人物が小さく映っている動画や複数の人物が映っている動画はかなり厳しいです。技術デモンストレーションとしてよく TikTok や Instagram のダンス動画が素材に使用されているのには理由があります。単体の人物が画面の多くを占めていること、顔や目線がカメラを向いておりステーブルディフュージョンで扱いやすいこと、時間が短く動きにメリハリがあること、このような点からテストとして非常に使いやすいのです。どんな素材を選んだらいいかわからない人はこれらの点を素材選定の目安とすると良いでしょう。素材動画が用意できたら素材置き場、作業スペースを確保してください。今回はムービープロジェクトと名付けたフォルダを作ってその中に素材動画を格納しています。素材置き場は頻繁にアクセスすることになるので開きやすい場所が良いと思います。必要なものが揃ったので早速作ってみましょう。まず先ほど作った素材置き場、ムービープロジェクトフォルダを開いておきます。 WebUI を立ち上げて eBSynth Utility タブを開きます。左側が作業台、右側が ToDo リストになっています。この拡張機能は Movie2Movie などの他の V2V 拡張機能とは異なり、一括で動画作成までこなしてくれる機能ではありません。あくまでユーティリティであって進むべき道を示してくれる支援ツールだと思ってください。右側のリストに沿って進めていきます。ステージ1は動画をフレーム単位で画像に分割するのと背景マスクの作成です。プロジェクトセッティングに素材置き場と素材の場所を指定します。手打ち入力は大変なのでフォルダのアドレスバーをクリックしてコピー&ペースト。同様に素材も右クリックしてパスをコピー。前後のダブルクォーテーションは消しておきます。この画面のようになれば OK です。隣のコンフィギュレーションタブに移動します。今回の素材は 4K 解像度で大きすぎるので小さくします。アスペクト比に沿って設定するのとステーブルディフュージョンで扱いやすい500から1000くらいの範囲がおすすめです。今回は960まで落とすことにします。マスク設定は特に変更しなくても大丈夫です。素材の画質が悪い場合など人物をマスクしてくれない場合はスレッショルドを調整してください。リストのプロセスステージが1になっているのを確認したら右下のジェネレートボタンを押します。しばらく待ってログにコンプリートと出たら完了です。素材置き場に戻ると切り出したフレームとマスクが作成されています。
今回は 60fps 約5秒の素材なので301枚のフレーム画像が生成されました。同様に301枚の背景マスクも生成されていますね。それぞれに問題がなければこれでステージ1クリアです。やったステージ2は EB シンスに転送するキーフレームを抽出します。ー。キーフレーム何ですかそれ？キーフレームとはキーとなるフレームです。動画の全フレームのうち大きな画面変化やモーション変化が起きているフレームだと思ってください。例えば顔の角度を変えたり表情が変化しているシーンがキーフレームとなり得るでしょう。 EB シンスはキーフレームの質感を全体に合成するツールです。そのためキーフレームの抽出が必要なのです。コンフィギュレーションタブのステージ2を開きます。キーフレームを自動抽出するための設定ができますが正直あまり変わらないのでそのままでいいです。右側のプロセスをステージ2にセットして下のジェネレートボタンを押します。待っていると上の情報欄に自動抽出されたフレーム番号が表示されます。これが EB シンスユーティリティが自動で選んでくれたキーフレームです。素材置き場に戻るとキーフレーム用のフォルダが生成され中にキーフレーム画像が入っています。今回は16枚ピックアップしてくれたみたいですね。ログにも書いてありますが気に入らない場合は手動でコピーしてきて増やしたり削除して減らしてしまっても構いません。今回はこのままとします。次にキーフレームに対して I2I を行います。プロセスを3に合わせてジェネレートボタンを押すと上に詳細なステップが表示されます。なんだか難しく書いてあるように感じますが要するに I2I のバッチ処理を行うだけなのでこの手順内容は参考程度にとどめるだけでいいです。I2I タブに移動します。まずはテスト生成を行います。キーフレーム画像の中から好きなものを選んで I2I にドロップしてください。あとはいつもの I2I を行う要領で設定してください。プロンプトには最低限だけ入力していますが髪の色と目の色くらいは記述しておいた方が良いのかなと思います。あまり動きがない動画の場合はタガーの分析結果を添えても構いません。サンプリング設定は好みで設定してください。ここでは私がいつも使っている 2M カラスにしています。サイズ設定についてはスクリプトで上書きされて原画と同じサイズここでは横幅960ピクセルの画像で出力されることになります。しかしコントロールネットタイルを使用する場合はアップスケール気味にしておいた方が綺麗になる傾向があるようです。そのためテスト結果を見ながら最終的に1倍から2倍の間で設定すると良いと思います。デノイズストレングスはどれだけ I2I で上書きするかを意味します。ここでは暫定で決めておいてテスト生成しながら微調整すると良いでしょう。シード値はまだランダムで良いです。テスト後に固定するのを忘れないでくださいね。I2I の基本設定ができたらコントロールネットを設定します。今回はリファレンス、タイル、オープンポーズで設定します。リファレンスを使用する場合は服装の追尾が強いオンリーかアダインアテンションを使うと良いでしょう。同様にタイルリサンプル、オープンポーズフルを設定しています。バッチ処理の場合はバッチで読み込んだ画像が使用されるのでコントロールネットに画像を入れる必要はありません。またウェイト以下の設定もスクリプトで上書きされるので不要です。これで何度かジェネレートして好みの質感になるまで調整してください。主にプロンプトの記述やデノイズストレングスの調整、サイズの調整になるかと思います。なお背景はマスクすることになるのでめちゃくちゃになってしまっても気にしなくて良いです。調整ができたら必ずシード値を固定してください。 I2I の調整が整ったらスクリプトを使用してバッチ処理を行います。そのまま I2I の一番下にあるスクリプト欄から EB シンスユーティリティを選択します。すぐ下に出てくるプロジェクトディレクトリ欄にムービープロジェクトフォルダを記述します。そのまま下にスクロールしていってコントロールネットのウェイトを1にしておきます。これでスクリプトの設定は完了です。一応オプションとして一番下にフェイスクロップオプションというものがあります。これは顔を個別に拡大してディテールを引き上げるものですが横顔の追尾が弱いので正面を向いた動画向きの機能です。ロトスコープ化する意味なくなるくらい原画に忠実になってしまうので今回は使いません。あとはジェネレートボタンを押すだけです。開始すると全てのキーフレームに対して I2I 処理が行われます。今回だと16枚のキーフレームなので16枚に対して処理が行われるのでしばらく待ちます。開
完了すると素材置き場に I2I キーというフォルダができていて、その中に処理後のキーフレーム画像が入っています。ちゃんと加工できていますね。これでステージ3は完了です。やったこれで過程の9割が終わりました。ー。まだ半分以上あるよ。あとは EB シンスをかけて結合するだけなので難しい操作はありません。次のステージ 3.5 は色調補正オプションです。コントロールネットのリファレンスの方がはるかに強力なので、これを行うと逆に色がおかしくなる場合が多いです。ジェネレートボタンを押すとすぐに実行されてしまうので、必要な場合以外は押さないでください。今回はスルーします。ステージ4は原画フレームのサイズとキーフレームのサイズ違いを補正するための手順が書かれています。先ほどのように I2I を EB シンスのスクリプトを通して行った場合は原画と同じサイズで出力されるので不要になるかと思います。次のステージ5は EB シンスのプロジェクトファイルを生成します。プロセスのステージ5をアクティブにしてジェネレートボタンを押すと EB シンスのプロジェクトファイルが生成されます。今回は2個生成されました。素材置き場に .ebs というファイルが出現しています。これが EB シンスのプロジェクトファイルです。マジでポチポチしていくだけやんけ。ステージ6では生成した EBS プロジェクトファイルをもとに EB シンスで合成を行います。先ほどインストールした EB シンスを手動で立ち上げます。そしたら上のオープンをクリックして素材置き場にある .ebs ファイルを選択します。すると自動で原画とキーフレーム、マスクが読み込まれます。アドバンスをクリックします。シンセシスディテールをハイにセットします。また今回はそのままとしますが、ここにデフリッカーの設定があるので結果を追求したい方は覚えておきましょう。右下のランオールをクリックすると合成が始まります。これを .ebs ファイルの数だけ繰り返します。この工程は先ほど I2I を行った16枚のキーフレームの質感を301枚の原画フレームに合成しています。素材置き場に戻るとキーフレームの数だけフォルダが生成され、中に合成されたフレーム画像が入っています。ステージ7で結合して完成です。コンフィギュレーションタブで合成したフレームのトランジション強度と出力形式を選択できますが、GIF アニメや WebM 形式にしたいとかでない限り触る必要はないかと思います。右側のプロセスを7にセットしてジェネレートします。すると FFmpeg を使って結合が行われます。超高速で処理が行われます。さすが FFmpeg。ログにコンプリートと出たら完了です。やったー。全フレーム画像を結合しただけのものと元の動画から音声を分離して移植してくれたものの2つが生成されます。有能すぎだろ。完成したものがこちらです。ちゃんとアニメキャラに書き換えられとる。背景はマスクしているため全く変化していません。服もコントロールネットの力で綺麗にトレースできているように感じます。たった16枚への I2I でここまで書き換えができるわけですから、いかに EB シンスが強力かがわかりますね。今までの V2V 拡張機能の多くは FFmpeg で分割したフレーム全てに I2I を行っていました。そのため5秒の動画を作るのに数時間かかるのが当たり前でした。しかし EB シンスのおかげで I2I 処理が短縮できるため、このクリップは素材の用意から完成まで1時間程度で作れました。 EB シンスは2019年にリリースされた画像編集ツールです。まさか画像生成 AI との組み合わせでここまで注目されるなんて誰にも予想できなかったでしょう。やっと時代が追いついたんですね。最後にステージ8について簡単に触れて終わります。EB シンスユーティリティの最後のステップ8は背景の置き換えオプションです。別の動画または画像を背景として差し込むことができます。例えばこのような黄緑色の画像をペイントソフトで作ってみます。これを背景として差し込めばマスクした背景が置き換えられグリーンバックの動画になります。ネタ動画作りに使えそう。複数の画像を差し込むこともできますし、動画との合成もできてしまいます。1111でここまでできちゃうんだね。一通りやってみると EB シンスユーティリティの便利さがわかると思います。しかしやってることはすごく単純で、結局はオートマチック1111で FFmpeg を操作しつつ EB シンス本体との連携を容易にしてくれているだけです。各機能をつなげてくれるサポート拡張機能なんだね。そのため全てのプロセスをユーティリティに従う必要はありません。例えば最初のステージ1は
動画のフレーム抽出とマスク作成をやってくれますが、これは本来 FFmpeg を手動で操作してもできることです。また背景マスクの作成もリムーブバックグラウンドなどの拡張機能を使ったバッチ処理でも可能です。他のソフトウェアや拡張機能に通じていればいろんな応用ができそうだね。 EB シンスユーティリティで入門から応用まで学べるので、ぜひ使ってみてくださいね。今回はこの辺りで。また来週。次回はエロアニメを作ります。確かに乗馬マシン動画あたりなら技術デモとしては良いかもしれませんね。